宇宙世紀におけるジオン軍モビルスーツ MS の開発史。ジオンのモビルスーツ開発史は単なる兵器技術の進歩ではなく、戦術の革新と移送の投影という二重の側面を持った壮大な系譜である。その始まりは宇宙世紀0074における MS-01 試作モビルスーツに遡る。ここで示された機動性と作業性に着目したジオニック社は、それを兵器として応用すべく、やがて MS-05 ザクワンの量産に踏み切る。ザクワンは当初、あくまで実験的、制圧用機体であったが、ミノフスキー粒子の普及により、レーダーや長距離兵器が無効化される中で、白兵戦において決定的な力を持つ新兵器として注目されるようになる。この思想をさらに推し進め、改良されたのが MS-06 ザク2である。ザク2は宇宙用の MS として高い機動力と汎用性を備えており、その後のジオンの MS 開発の基本構造を確立した機体となった。まさにジオン MS の原点であり、以後全ての後継機はザクのフレーム、構造、設計哲学を受け継ぐことになる。ザク2は機種ごとに指揮官用、S 型、高機動型、地上用、J 型など多くのバリエーションを生み出し、それぞれ異なる戦場に投入された。特に宇宙戦初期においては、連邦軍に対して圧倒的な性能差を見せつけ、MS という兵器体系の優位性を証明することとなる。しかし、連邦の V 作戦によるガンダムの登場は、ザク2の時代の終焉を告げた。ガンダムとの交戦データはジオン側にも収集され、それに対抗すべく開発されたのが高機動型ザク R 型や局地対応型であるグフ・ロムである。グフは地上戦を想定し、近接戦闘能力と機動力を強化したモデルであり、いわば格闘型 MS の開祖ともいえる。ドムはホバー移動による高速機動を実現し、拠点防衛や突撃戦に特化した。これらはいずれもザク2の弱点を補う改良ではあったが、根本的な設計世代は変わっておらず、連邦の MS 開発の加速に追いつくには不十分であった。そこでジオンはより高性能な MS の開発に乗り出す。終戦間際に登場したのがキャン、ゲルググ、ビッグドム、さらにはサイコミ兵器を搭載したエルメスなどである。特にゲルググはザクの発展系というより新世代 MS のプロトタイプとも言うべき機体であり、水力、ビーム兵器運用、視線制御において連邦のガンダムと並ぶ性能を誇った。しかし配備が戦争末期にずれ込んだことから数的優位を得るには至らず、量産機としての進化を発揮することはなかった。1年戦争終結後、アクシズに逃れた残存ジオン勢力はゲルググ系の技術を基盤に MS を再設計していく。ここで誕生するのがハナーンターンのネオジオンによるアクシズ系 MS 群である。ゲルググの発展系として設計されたガザシリーズは可変構造による戦術的対応力を追求し、次第にニュータイプ戦術との融合を模索するようになる。これが極まるのがサイコミ搭載機であるキュベレーである。キュベレーは短期での殲滅力とニュータイプ艦応兵器パンネルを両立させた思想の乗る機体として登場し、 MS はもはや兵器以上の存在へと変貌を遂げる。さらにその流れはシャア・アズナゴルによるネオジオン再興に引き継がれる。第2次ネオジオン構想において彼が登場させた MS 群は全てが高性能志向であり、特にサザビーはゲルググとキュベレーの両系譜を統合したジオン系 MS の到達点といえる存在である。サザビーはサイコフレームの搭載によりニュータイプの反応と機体の挙動が完全にリンクする人機一体の極みに達し、MS が個人の意思を拡張する道具となったことを象徴している。こうして振り返ると、ザクから始まったジオンの MS 開発史は合理的汎用兵器から戦術的特化機へ、そして最終的には精神感応を通じて意志を具現化する存在へと進化していった奇跡である。その根底には常に劣勢を覆すための革新、限られた資源で最大の効果を得るという実利主義、そして何より人が戦うとはどういうことかを機体に反映させようとする思想があった。ザクの兵器らしさはサザビーの意志を運ぶ器へと変わった。これは単なる開発史ではない。ジオンという国家が MS という兵器に託してきた戦争の哲学そのものなのである。チャンネル登録、高評価お願いします。